ロンドン大学で LSE から採用されたからです。ですからここの研究員としてフェローとしてきました。日本からイギリスへ行くまでの間にイギリスの旧植民地を回っていきたい。だから沖縄が出発点、それから台湾、香港、それからカンボジア、ベトナムにはもう入れませんでした。仕方がないでカンボジアに行って、カンボジアがちょうど内戦がひどくなったところで、プノンペンのホテルからもう動けないほどすごい戦争になってました。そこで1週間いまして、でその後バンコクへ行きました。でバンコクでやっぱりかなり1週間くらい過ぎて、それからシンガポールへちょっと寄ったままインドへ来て、でそれからイギリスへ回ってきた。イギリスへ着いたのがちょうど10月の終わり近くです。なんと暗い寒い国だろう、もう東南アジアへ帰りたい、東南アジアへ帰りたいとばっかり思ってました。本当に嫌でした。ちょうど着いて荷物を取りに行った時に5時過ぎてたんですね。でおじさんたちが荷物を送ってくれて、でも口笛吹いてのんきそうにしてるおじさんたちなんです。面白い国だなと思って、そしたらその中のおじさんの人が時計見て「あ、5時半だ、パブが開く、行こう」なんて言ってパッとパブに行っちゃうんですね。その頃の LSE 今みたいに立派じゃなくて、あっちやこっちも街の中、パブの2階を借りたりあっちを借りたりして、もう街の中の学校、大学って言われてたそうですけど、全くその通りだったんです。国際関係研究所っていうのは世界中からいろんな研究者が来てます。それから日本人がそれまで一人もいなかったのは私が初めて入ったわけです。でその時に私が一番すぐに親しくなったのはオーストラリアから来てる歴史学者で彼女がいろんなことを教えてくれて、その彼女が夕方になると「としこ、さあ飲みに行こう」でさーっとどっかパブ行ったり、それからどっかのパーティー行ったりするんですよね。日本でもって女で学者になるんだったら男と同じようにならなきゃいけない、そして女だなんてとこを見せちゃいけないという、そういう時代です。それはここに来たら女の人がお化粧して長いドレス着てスポーツカー乗って飲みに行くなんて信じられなかったですね。たまたまボクシングデーのティーパーティーが友人のとこであって、マイケルって紹介されたわけです。ユダヤ人の仲間の中で。そしたら彼が僕のところでもってたくさんのいろんな日本の浮世絵を集めてるから、だから見に来ませんかこの辺カムデンタウンのマーケットなんか行けば浮世絵と称するのは1枚ずつあっちこっち売ってるでしょ。そういうのに3枚持ってる人だろうと思ったんです私ね。だってこれ言ったってしょうがないけどって言ったら、私を連れてきてくれたユダヤ人のジャーナリストの女性がね、女の人が「行きましょう行きましょう、マイケルのフラット行けばいろんなものが見れるの」で連れてってくれて、それで行ったらものすごいセント・ジョンズの大きい巨大なフラットなんですよ。3階と4階包むようになって誰もいないんですよ。そしたら本当に江戸百景の初版本ではなかったんですけど、第2版っていうのはものすごいものが100枚出てきた。びっくりしちゃって、こんなもの見たことないと思って、これどういう人だろうと思って、でもまだ私分かんないんですよね。そしたら私の友達だったそのジャーナリストの人は、彼女はじゃあ私は先に子供がいる人だから帰らなきゃって言って7時頃帰っちゃったんです。でマイケルは私に一緒にご飯食べていかないかって言って止めてくれたもんですからね。そしたら彼がゆで卵だけどいいって言うから「いいですよ」って言ったら「1つ食べる2つ食べる」1つって言ったら、そしたら彼は「僕は2つ」なんて言ってね、ゆで卵とトースト作ってくれて、それがクリスマスの翌日の大富豪のうちの夕飯なんですよ。でそうすると私が下宿に帰ってくるともうしょっちゅう電話かかってくる。そのうちに、その巨大なフラットですからね、空いてるとこいっぱいあるんです。ここへぜひそのことも移ってきたらってことになっちゃって、そうしましょうかなんてことで、それから4週間後に結婚しました。日本でもエセックス大学に出た現代日本研究所のレクチャラーとして仕事し始めたのが1985年からですね。エセックス大学で教えるのと同時に1986年に最初の本を書いたものですから、それが案外人気が出たものですから、先生をする一方で日本の方では本を次から次へと書く注文が来て、そしてそれから物珍しさに新聞にインタビューが出たり、いろんなことがしてテレビのインタビューが出たりなんかして、日本とは行ったり来たりするようになって、そして秀明大学っていう千葉にある私立の大学でもって正式のプロフェッサーとして来てくれないかということで、結局97年から2010年まで行ったり来たりして日本で教えてました。だから日本関係の、特に政治外交関係のイギリス人の研究者がやってる発表会みたいなのにはほとんど全て出てって、今何をこの国の人たちがどういうふうに日本のことを考えてるか、そういうふうなことを
少しずつやっぱり変えていきたいと思いますし、それと同時におしゃべりするのが大好きですから、日本の人でもイギリスの人でもいろんな人と会って話をしたりしていきたいと思ってます。